ブラッディ・メアリー、血まみれのメアリー。わずか5年という短い治世の中で、約280人のプロテスタントを家系に処したと言われる。500年近くにわたり、人間を生きたまま火あぶりにするという、いかにも恐ろしげな処刑法と、5年で280人という、数字のインパクトばかりが取り沙汰されてきた。しかし、彼女の宗教政策の実態や、16世紀ヨーロッパにおける宗教論争の実態が語られることは驚くほど少ない。通説ではヘンリー8世のローマ教会からの離脱、エドワード6世の徹底したプロテスタント化の結果、メアリー1世のカトリック回帰政策は受け入れられなかったと言われてきた。しかし、果たして本当にそうだろうか。ルターによる宗教改革、教皇パウルス3世による教会改革の試み、そしてイングランドにおけるメアリー1世の宗教政策。一体彼女は何を信じ、何を達成しようとしたのか。およそ5世紀にわたるプロテスタントプロパガンダの裏に隠されたその真実に迫る。1517年、ルターの95か条の論題から始まった宗教改革は、西ヨーロッパを分断する大きなうねりとなりました。ルターは、教会と聖職者の腐敗を批判し、聖書のみの信念のもと、教会の権威、国会、聖人崇拝、そして聖餐における生態変化などを否定。こうしたルターの教えに共感する者たちは、プロテスタント、あるいは福音派と呼ばれ、ルターの出身地であったドイツを中心に、ヨーロッパ中で勢いを増していったのです。カトリック教会側も、こうした宗教改革の動きを手をこまねいて見ていたわけではありません。カトリックの内部でも、教会や聖職者の腐敗を根絶し、教会の権威を回復しようとする動きが起こり始めます。その代表格とも言えるのが、1534年に教皇となったパウルス3世でした。パウルス3世は、教会改革のための委員会を設置し、トレント公会議を開催。聖職兼任の禁止や、教区への居住を義務付ける勅書を発行するなど、一定の成果を上げました。こうしたローマ教会内部における改革は、対抗宗教改革と呼ばれます。そして、パウルス3世の下で対抗宗教改革に大きく貢献したと言われるのがレジナルド・ポール枢機卿です。ポールはメアリー1世の治世、彼女の右腕としてイングランドの宗教政策をリードしていくことになります。1553年、メアリー1世即位。数々の困難を乗り越え、37歳となっていた彼女は、イングランドを異端の教えから救い、カトリック信仰を取り戻すことを、固く心に誓っていました。通説では、メアリーの即位時、イングランドはすっかりプロテスタント化していた、と言われます。しかし実際には、ロンドンなど一部の大都市を除き、国内では、依然としてカトリックが優勢であったと考えられています。実際、エドワードの治世においても、祈祷書の統一に反発する大規模なカトリック反乱が発生しています。そして、9日間の女王事件を経たメアリー1世の奇跡の即位は、多くの人々をカトリック信仰へ回帰させることにもなったのです。とはいえ、即位したメアリーはいきなり大規模な異端取り締まりを実施したわけではありません。彼女のローマカトリックへの回帰政策は、一般的に考えられているよりもずっと戦略的で段階的でした。1553年8月、まずラテン語ミサの復活とエドワード時代に制定された共通祈祷書を廃止します。1554年春、ロンドン教区においてエドマンド・ボナー司教により布告が出されます。
市民たちは皆四旬節までに管轄教区司祭の下で告解し、異端の罪に対する許しを受け、教会と和解すること。その後、新たなカトリック式儀式にのっとり、イースターの生体配慮を受けること。これを怠った者は司教巡察に召喚され、糾弾されるであろう。これを受け、ロンドンでは多くの者が布告に従ったとされています。そして1554年11月30日、イングランドは正式にローマ教会と和解し、カトリックへの復帰を果たしました。メアリーの即位から1年以上も後のことです。1555年1月、メアリーは中世の異端法を復活させます。この異端法はスペインのような異端審問制度ではありません。異端審問制度は異端審問所を設け、異端の疑いをかけられた者たちを捕らえ、拷問し、自白を強要し、他の異端者の名前を挙げさせるという冤罪量産型システムです。メアリーが復活させた異端法では、このような拷問や自白の強要は行われませんでした。とはいえ、この異端法とそれに伴う異端者たちの家系が、彼女がブラッディ・メアリーと呼ばれる原因になったことは言うまでもありません。しかし、実際の異端法の運用は、通説で語られるような感情的なものではなく、強固な法制度に基づいたものでした。異端法制定後の1555年2月、イングランド全土のすべての成人男女を対象とし、異端の罪に対する国会と教会との和解を求める布告が出されます。ボナー司教がロンドンで行ったカトリック回帰政策を国内全土へと展開したのです。同時にロンドン市内のポールズクロスでは、ジョン・フェッケンハム、リチャード・スミス、ウィリアム・チェドジーなどの説教師たちが毎週カトリックの説教を実施。説教には万単位の市民たちが集まり、声が全員によく聞こえるよう、説教中は教会の鐘を鳴らすことや大声を出すこと、馬に乗ることなども禁止されたといいます。エセックスやイーストアングリアなどプロテスタント人口が集中した地区でも同様の説教が行われました。異端法の制定後、国民たちにはまず自らの意思でカトリックの教えへと回帰するチャンスが与えられたのです。人間を生きたまま火あぶりにするという家系のインパクトばかりが語られるメアリー一世の異端法。しかし、そもそも異端法は異端者の処刑を目的とした法律ではありません。その本来の目的は、説得によって異端者を異端から解放し、カトリック信仰へと導くことにありました。そのため、異端として逮捕された者たちは、数ヶ月、長い時には1年以上にわたり、異端の教えを捨て、カトリックへ復帰するよう説得されたのです。説得に応じ、カトリックへの復帰を宣誓した者たちは恩赦されました。家系は、説得によっても異端に固執し続ける者たちへの最終手段であったのです。また、異端として処刑される前には、必ず教区司祭を判事とする裁判が開かれ、ここでも再度回収のチャンスが与えられました。裁判でも回収を受け入れなければ、ようやく有罪と家系を宣告され、世俗の処刑人へと引き渡されることになります。それでも処刑には必ず説教師と枢密院議員が立ち会うことと定められており、処刑の直前まで回収の表明が認められていたのです。そして現代の私たちから見れば、残虐極まりない家系も当時の目線で見れば数ある処罰のうちの一つでしかありませんでした。確かにメアリー一世以前のイングランドにおいて、家系は一般的とは言えなかったものの、反逆罪の処刑法である首吊りから意識がある状態で内臓をえぐり出し、遺体を四つ裂きにするという相当に残虐な処刑法が受け入れられていました。また、
メアリーの異端法による初の家系者となるジョン・ロジャーズは、強情な異端は処刑されるべきである。家系は十分に温情ある処刑法だ、と発言していたことが記録されています。興味深いのは、プロテスタントであるジョン・ロジャーズも、異端の家系が当然の処罰であると考えていたことです。これは、異端の家系が必ずしもメアリー一人の暴走ではなく、当時の社会に広く受け入れられていたことを示しています。通説では、家系という残虐な処刑を目にし、多くの市民たちがメアリー一世の宗教政策を拒否するようになったと言われます。しかし、当時の資料を検証すると、こうした通説とは違った現実が見えてきます。現代の価値観では信じられないことですが、16世紀ヨーロッパにおいて、罪人の処刑は庶民たちに人気の娯楽の一つでした。家計の現場にも、果物商人がやってきて、チェリーを売り歩くなど、お祭り気分で集まった者が多くいたという記録が残されています。もちろん、プロテスタントの少数集団が根強く残っていたロンドンやウィールド・オブ・ケントなどでは、民衆が処刑者に対し同情や支持を表明するケースはありました。1557年9月のジョイス・ルイスの処刑では、彼女の祈りにアーメンと声を上げる者や、彼女と杯を交わす女性たちがいたとされています。一方で、同年、セントポール大聖堂にて、カトリックへの復帰宣誓を拒んだジョン・リサルに対しては、異端者を燃やせ、と唾を吐きかける者、お前みたいなやつはさっさと燃やされろ、などとヤジを飛ばすものがあったと記録されています。当時のチチェスター司教、ジョン・クリストファーソンの宗教における意識の違いほど嫌悪されることはないという言葉は、当時の価値観をよく反映していると言えるでしょう。16世紀のヨーロッパにおいて、信仰の異なる者たちが平和的に共存するなどということは想像すらできないことだったのです。カトリック市民たちは、プロテスタントの家系を見せ物として見物し、ヤジを飛ばし、プロテスタント市民たちは、家系者に同情的な態度をとっていたのでしょう。こうしたことからも、市民たちの反応は決して一様なものではなく、イングランドの市民たちは、多くが家系の残虐さに耐えられなくなり、カトリックへの復帰を拒否したという通説は、後のプロテスタント史観を強く反映したものであると言えるでしょう。メアリー一世の治世における家系者の人数は、1555年に75人、1556年に85人、1557年に81人、1558年には45人ほどとされています。1555年と比較し、56年と57年の処刑人数が増えていることから、処刑は女王の命令で過激化した、メアリーは家計を煽った、などと言われることがあります。しかし、実際のメアリーは、異端者を回収させること、異端を改める気のない者を処刑することについては、断固たる決意を示しつつ、処刑の過激化を懸念していたとされています。決して異端者の処罰を焦ってはいけません。学識によって市政の人々を惑わせるような者がいれば、民衆にもそうした行いが処罰に値する罪であると理解させなければなりません。そうすれば人々は真理を理解し、同じ過ちを犯すことはなくなるでしょう。また、やむを得ず家計に処す場合には、枢密院の誰かが必ず立ち会わなければなりません。そして、その処刑がなぜ正当であるのかを説明し、異端の過ちを正すため、優れた説教が行われるべきです。そして、メアリーのみならず、異端者を裁く立場であった司祭たちも、異端者を処刑することよりも、改心させることを目的としていました。1556年5月、ノーウィッチのホプトン司教は、まだ19歳だった農場労働者の青年を含む3人の被告たちを前に、
涙を浮かべながらカトリックへの回帰を訴えたと言われています。また、特に貧しく無学な女性に対しては、多くの司祭たちが同情的でした。ミドルセックスの女宰長、ウィリアム・チェドジーは、22歳の召使いの娘、エリザベス・フォークスに対し、驚くほどの温情を見せ、なんとか助けようと尽力しました。ところが彼女は、生態変化など大嘘だ、と言って譲らず、チェドジーは、結局、有罪判決を出すほかありませんでした。その目には、涙が浮かんでいた、と言います。こうした例は、他にも報告されており、司祭たちが、なんとか異端者を改心させようとしていたことがうかがえます。その背景には、彼らが本気で異端の罪を改めなければ、死後も永遠の苦難が待ち受けていると考えていたことがあります。彼らは自分たちと考えが異なる者たちを喜んで焼き殺していたわけではなく、異端者たちを永遠の苦難から救いたいと本気で願っていたのでしょう。メアリー一世の宗教政策は、そのインパクトも相まって、とにかく異端法と家系ばかりが注目されます。しかし、彼女の宗教政策は、パウルス3世が行った教会改革の流れを組んだ、れっきとした対抗宗教改革でした。その鍵を握っていたのが、レジナルド・ポール枢機卿です。ポールは、オックスフォードとケンブリッジの2大学を再編し、ローマに聖職受任候補生の教育機関を設立しようとするなど、聖職者の教育・育成に力を入れました。残念ながら、ローマでの教育機関設立は実現することはありませんでしたが、1554年から1558年の4年間に、新たに任命された20名の司教たちは、全員が大学で学んだ神学者でした。これは、イングランドの対抗宗教改革が急速に進行したことを示唆しています。これには異端者や庶民たちに向け、カトリックの宗教論理を適切に議論できる人材を確保するという目的もありました。また、こうした育成に必要な資金を確保するため、教会財産の回復にも尽力します。ヘンリー8世時代の修道院解体や、エドワード6世時代の教会領地没収により、教会の資産は枯渇。資金がなければ、司祭たちにまともな給料を払うことはできず、宗教改革の一因となった聖職売買や聖職兼任などの悪習を断ち切ることはできません。そこで、ポールとメアリーは、教会と王権との経済取引を実施しました。メアリーは、王室が徴収権を持っていた、初収入税と10分の1税の徴収権をポールに返還。ポールは修道院解体後、失業司祭たちに王室が支給していた年金の支払いを教会で引き受けることとしました。そして、司教巡察で各教区の経済状況を調査し、収入監査委員会を設置して、収支の把握を行い、予算の割り振り先を自ら決定したのです。ポールは、当時のスペイン大使フェリア伯爵により無有病者だなどと言われたことから長年にわたり低評価を受けてきました。しかし実際にはレジナルド・ポールこそメアリー一世の治世における対抗宗教改革全般の責任者であったのです。1558年11月17日朝7時ごろ、メアリー一世は道半ばでこの世を去りました。自身も病床にあったポールは知らせを聞いて涙を流したと言われます。そしてメアリーと二人三脚でイングランドの対抗宗教改革を率いてきたレジナルド・ポール枢機卿は、なんと彼女の死から12時間後の夜7時、彼女の後を追うように亡くなったのです。こうしてメアリーとポールによるイングランドのカトリック回帰政策は終わりを迎えることになりました。通説では、メアリーの宗教政策はエリザベスのプロテスタント政策で完全に清算され、後世には何も残らなかったとされてきました。確かにメアリーの死後、
イングランドはプロテスタント国家となり、彼女の悲願が達成されることはありませんでした。しかし、彼女とポールが灯したイングランドでの対抗宗教改革の炎は確かに受け継がれていたのです。エリザベスは即位後すぐに国王至上法の復活とプロテスタントへの回帰を打ち出しました。この時、261人の大聖堂高位聖職者のうち137人、77人の教会高位聖職者のうち43人が国王至上法を拒否して退職。実に半数以上が宣誓を拒否したということになります。メアリー即位時にはエドワード時代の高位聖職者の4分の3がカトリックへの改宗を誓い残留したことを考えると、かなりの離職率と言えるでしょう。また、ポールが再編したオックスフォード大学でも国王至上法と新たな祈祷書への反発が強く、エリザベス即位から3年経った1561年時点でもウィンチェスター司教ロバート・ホーンが、これ以上調査を強行すれば私は真っ二つにされてしまうと発言したほどでした。こうして国王至上主義への宣誓を拒否した者たちは多くが収監されましたが、国外へ逃亡し大陸のカトリック大学へ身を寄せた者たちもいました。そうした者の一人、オックスフォード大学の学生であったウィリアム・アレンはフランスのドゥエーに逃れ、1568年同地にヨーロッパ初の本格的なトレント主義の神学校を設立。この学校はイングランドからの亡命聖職者たちの重要な活動拠点となりました。アレンと同じくオックスフォード大学生であったニコラス・サンダーもイタリアへ渡り、ポールの友人でもあったジョバンニ・モローネの下で神学アドバイザーとして活躍。かつてのカンタベリー女裁長ニコラス・ハープスフィールドも大陸へ逃れ、対話形式の反プロテスタント論、教皇権への攻撃者たちに反論する6つの対話を発表。これは同時代の最も優れたカトリック書物の一つとされています。こうしてメアリーとポールがイングランドでまいた対抗宗教改革の種はヨーロッパへと広がり、確かに成長していったのです。メアリー一世の宗教政策は家系ばかりが注目されるものの、実際にはポール枢機卿指揮のもと非常に戦略的に進められました。異端法の制定とそれによる家系は彼女の宗教政策において重要なものでしたが、それは通説で信じられてきたような狂信的で無秩序な無差別処刑ではありませんでした。異端法による家系の運用は確固たる法的な枠組みのもと、異端からの改心とカトリックへの回帰を目的として行われたものであったのです。これはヘンリー8世が心神喪失状態のロッチフォード夫人を処刑したいという事情から法律を変更したり、エリザベス1世が法的手続きを免れるため戒厳令を頻発したのとは対照的です。しかしメアリーは道半ばで亡くなってしまい、その後のイングランドはプロテスタント国家として繁栄することとなったため、彼女の政策は失敗の烙印を押されることとなってしまったのです。そしてジョン・フォックスなどのプロテスタント司祭たちが彼女の治世を足ざまにかきたて、家系者たちを殉教者として祭り上げたことで、ブラッディ・メアリーのイメージが定着していくこととなりました。それでもメアリーのわずか5年の治世の中で発芽した対抗宗教改革が彼女の死後ヨーロッパへと根を張り、その後の歴史に影響を与えたことも紛れもない事実です。あなたはメアリー一世は本当に単なる狂信的で残虐な女王だったと思いますか？このチャンネルでは最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったらいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。